ルートが設定されました。走行時には実際の道路標識に従ってください。はい、東京から横浜に向かいます。あいにくの雨、なんか2021年の私の運勢を象徴するような雷までね、元気出していきましょう。これね、右に行けと言ってるんですけどね、ナビが。無理。ブロックあるから無理。ということで、強引に左折します。新ルートで案内します。最初から走れるルートを出せよって感じですけどね。ちょっとナビがお茶目さんですね。その辺はゲームなんで。ぐーっと道なりに行って、ここどこ走ってるのか全然わかんないんですが、晴海かどっかかなと。船があって、左手奥の方にはフジテレビの社屋と観覧車があります。お台場の方に向かっていますね。見てきたように言っていますが、行ったことないです。お台場っていうのは、黒船が来た頃に江戸幕府が築いた砲台があったところで、フジテレビの先に第三台場というのが今も公園になっています。さあ、ETC で、ちょっとこすってしまいましたが、ETC ってね、まだ日本で使ったことがないんですよ。ゲームの世界だけの経験です。台場ですが、第3台場の他にも第6台場っていうのが無人島史跡として保全されています。お台場もね、僕がまだ東京に住んでいた頃はそんなにおしゃれなところじゃなかったんじゃないかなと思います。昭和ですからガンダムなかったし。首都高湾岸線です。さあ、これからいきなりですが、かつて江戸前と呼ばれていた東京湾の地下をトンネルでくぐって羽田の方に向かうことになります。すごいですね。こんなものがあったのか。ちょっとしんどいですね。上りがスピードが落ちてきましたが、地上に出て向かうは羽田ですね。行きます。羽田空港使ったことないんですけども、成田より断然便利だそうですね。羽田に、工事中ですね。着く前に橋を渡らなくてはいけません。京浜島に渡る橋ですね。かつての江戸湾っていうのは遠浅だったそうで、大きな船は入れなかったということだそうです。港としての機能を持つようになるのは戦時中で、戦後埋め立てが広がったことで、港としての機能が発展したというか、そんなところだそうですね。空港に向かうトンネルを、道細いですね。狭い。これユーロトラックシミュレーターって言ってね、ヨーロッパの路線を走るものなんですけども、それを日本語化したやつ。だからね、違いはね、やっぱり道が狭い。日本はリアルで。日本のトラックの運転手さん、すごい技量です。さあ、羽田です。右手の方に空港があります。羽田空港を出てすぐのラーメン屋でいつもラーメンを食べて気合を入れてから都内に入るという友達がいますけどね。ベルギー人ですよ。ラーメンも結構ヨーロッパ社会に浸透してきましたね。かなり本格的なラーメン屋さんも増えました。前方飛行機。こんな光景がオランダ以外にあるとは知らなかったです。さあ、湾岸線のドライブもそろそろ終わりに近づいてきました。今から鶴見翼橋を渡ります。扇島と大黒ふ頭を結ぶ日本で3番目に長いこういう形の吊り橋だそうです。全部 Google で調べたんですけどね。しっかり地理の勉強をしています。
そういうのも楽しいです。横浜に向かっているんですが、横浜はね、今でこそおしゃれな街、デートスポットと思われていますが、日米和親条約の締結のための地となったことで、その後の発展を見たということだそうですね。それ以前は小さな漁村に過ぎなかったそうです。なんかその辺はアムステルダムみたいですね。左レーンをお進みください。その先、左方向です。はい、左に行くということで、ベイブリッジを渡るんじゃなくて、大黒ふ頭の方に降りていくという感じですね。ベイブリッジは本物は見たこともないんですけども、以前このゲームで渡りました。ありがたいことです。おっと、スピード出しすぎ。すごいですね、この立体感。とにかく日本っていうのは上へ上へと建物が伸びて、本当に立体化が著しいという印象ですね。この辺は横浜といってもね、中華街のあるところやアンパンマンミュージアムがあるところじゃなくて、ちょっと工業地帯みたいな感じのところを走ります。車が少ない。ありえない。左右を確認していきましょう。コロナのこともあって、日本行きもキャンセルになったし、日本に帰れなくなってるんですけども、こうやって、シミュレーションゲームで日本を体験するというのは、ありがたいことですね。さあ、到着。左右を引っ掛けないように確認しながら、後ろもね、確認しながら、お疲れ様でした。楽勝でした。今日は臨海副都心出入り口というところから首都高湾岸線に入って羽田空港を経由して大黒ふ頭というところまで行きました。海外に住んでいながらにして日本の高速道路をドライブできるというのはなかなかエキサイティングな経験です。これからもいろいろなシミュレーションゲームを使って遠く離れた日本を仮想空間から紹介してみたいと思います。チャンネル登録でサポートしていただけると頑張れます。よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。